こんにちは。今日はね、ぶつかりおじさんっていう言葉についてお話ししようと思います。僕、最近、新しい、言葉、新しいスラングを知ったんですよね。それがぶつかりおじさんなんですけど、これ、そのスラングっていうか、新しく最近作られた言葉ですね。スラングかな。もちろん辞書とかには絶対ないと思うんですけど、ぶつかりおじさんっていう言葉を最近僕は、知ったんですよね。で、それ面白い言葉だなと思って今回話していこうと思うんですけど、まずこのぶつかりおじさんっていう言葉の意味は、他の人にぶつかるおじさんですね。そのまま他の人にぶつかるおじさん、それを短くしてぶつかりおじさんっていう言葉が作られたみたいなんですね。他にも日本語でこういう言葉っていろいろあって、例えばこれもスラングなんですけど、飲みサーっていう言葉があるんですよね。意味なんとなくわかりますかね。その飲みサーの意味はお酒をよく飲むサークルですね。サークルっていうのは大学の時にね入るクラブみたいな、学校のクラブみたいな感じですけど、大学いろいろクラブがあるんですよ。そのバスケットボールのクラブとか、アニメが好きな人のサークルもあると思いますけど、その中に飲みサーっていうお酒を飲むためのサークルがあるみたいなんですよね。僕はそういうサークルに入ったことがないので、わからないんですけど、飲みサーっていう言葉があるんですよ。お酒を飲むサークルの短いバージョンが飲みサーですね。で、その他にも、モテ男、モテ女っていう言葉もあって、モテ男は、女の人に人気な、女の人にモテる男の人。それ短くしてモテ男。で、モテ女も、反対ですね。男の人にモテる女の人。それ短くして、モテ女なんで、今回のぶつかりおじさんと同じ、システムですよね。で、このぶつかりおじさんっていう言葉は多分そんな感じで作られたと思うんですけど、そのぶつかりおじさんっていう言葉が最近作られた理由もいろいろあって、いろいろっていうか理由は一つしかないと思うんですけど、最近、インターネットとか、いろんな場所で、いろんな人が、おじさんが私にぶつかってきたっていうことを、話し始めたんですよね。例えば普通に道で歩いてる時に、突然おじさんがぶつかるんですよ。とか、電車の中でぶつかるとか、その人が多いところでもぶつかる。どこでもですね、そのおじさんが、他の人とか知らない人にぶつかるっていう、こういうことが、インターネットとか、他のいろんな場所で、私も、おじさんがぶつかってきましたとか、そういう人がたくさん出てきたから、この新しい言葉、ぶつかりおじさんっていう言葉が作られたみたいなんですけど、やっぱりそういう経験がある人、そのおじさんがぶつかってきた経験がある人は、女の人が多いみたいですね。インターネットを見てると。でも、僕も、そのぶつかりおじさんの経験があるんですよ。後で話すんですけど、僕もそんな経験があったんですね。で、このぶつかりおじさんの種類が2つあるんですよ。で、1つは、理由があるぶつかりおじさんと、もう1つが理由がないぶつかりおじさんですね。で、この1つ目のぶつかりおじさん、多分、この経験があるのは女の人の方が多いと思うんですけど、正直僕は本当の理由がわからないんですけど、インターネットで調べると、このぶつかりおじさんが他の人、女の人とかにぶつかる理由は、その女の人に触りたいっていう、理由らしいんですよね。その女の人に、触りたいからぶつかるっていうおじさんが最近増えてきてるってめっちゃ怖いことなんですけど、でも例えば女の人に触りたいから普通に知らない女の人に触るで、これはもう絶対にダメですよね。逮捕されちゃうと思うんですよ。その知らない人に触りたいから知らない人に触るで、絶対ダメだと思うので、多分そのぶつかりおじさんは女の人に触れないからっていうか、女の人に触ったら逮捕されるから、その代わりに女の人にぶつかろうっていうアイデアがあっ
たと思うんですよ。僕は理解できないんですけど、でもそういう人が最近増えてるみたいなんですね。まあ本当に最悪だと思うんですけど、まあ、多分他にも理由があって、なんか幸せそうな人を見たら攻撃したくなる人とかね、まあそういうなんか、うーん、僕たちが理解できない理由で他の人に何か攻撃したいとか、まあ、触りたいとか、そういう気持ちがある人がいるんでしょうかね。まあ、これがぶつかりおじさん、その理由があるぶつかりおじさんっていうことですね。で、さっきちょっと話したもう一つの、理由がないぶつかりおじさんっていうのもいると思うんですよ。で、その理由がないぶつかりおじさんは、普通に触りたいとか、他の人に、攻撃したいとか、そういう気持ちは、まあ、全くなくて、普通に歩くのが下手っていうおじさん結構いますよね。まあ結構年上になりますから、ちょっと歩くときにまっすぐ歩けないとか、自分はまっすぐ歩いてると思ってるけど、体はちょっと右に行っちゃって他の人とぶつかっちゃうとか、まあ他にもそのなんか精神的なね、問題があって、まあ、他の人にぶつかりたくないけど、なんか精神的な問題で、他の人に間違えて、ぶつかっちゃったっていう人もいると思うんですよね。それでさっき話した僕のぶつかりおじさんの経験についてもお話ししようと思うんですけど、これも僕2つあるんですね。2回ぶつかりおじさんと、会ったことがあるんですよ。で、その1つ目が、ぶつかりおじさんが僕にぶつかってきた経験ですね。で、もう一つは、そのぶつかりおじさんが僕の、女性の友達にぶつかったっていう経験ですね。で、その一つ目の僕にぶつかってきたぶつかりおじさんは、多分、理由がなかったと思うんですよ。僕、わからないですけど、多分精神的な問題がある、ぶつかりおじさんだったんですよね。その時の状況は、僕、大阪の駅で普通に駅の近くで歩いてたんですよ。じゃあ、その知らないおじさんが僕に、めちゃくちゃ強くぶつかったんですよね。で、僕の靴も踏んだんですよ。で、僕びっくりして何があったかなって思ったんですけど、ぶつかってきたおじさんは、そのぶつかった後に、すいませんとか、何も言わなくて、だからなんか、その、精神的なね、問題がある人かなと思って、僕は、本当にごめんなさい、ぶつかっちゃってすいませんって言って、もうそのまま違う場所に行ったんですよ。で、これが、まあ、僕にぶつかってきたぶつかりおじさん。多分、理由がないっていうか、まあ、精神的な、問題がある人だったと思うんですね。で、もう一つの僕の、女性の友達にぶつかってきたぶつかりおじさんは多分理由がある人だったと思うんですよ。とか、女の人に触りたい人だったかもしれないですね。これも大阪の駅の近くの話なんですけど、まあ普通に僕とその女性の友達が、二人で歩いてたんですよ。じゃあなんか後ろからおじさん来て、僕全然気がつかなかったんですけど、で、そのおじさんが僕たちを通り過ぎるときに、そのおじさんの手が友達の手をちょっと掴んで、で、そのまま、おじさんは走って逃げちゃったんですよ。なので、もう見つけられなかったんですけど、結局その時は誰も怪我しなかったので、その、友達がね、手を洗って終わったんですけど、まあ、こういう経験が僕の人生だけで2回あったんですよね。なので、女性だったらこういう経験がまだ僕より多いかもしれないですね。で、このぶつかりおじさんっていう言葉について、他の人にぶつかるおじさんが、まあ、多いからぶつかりおじさんっていう言葉がありますけど、でも実際にはぶつかりお兄さんとかぶつかりおばさんとかもいるらしいんですよね。ぶつかりおじさんみたいに、まあ、知らない他の人にぶつかるお兄さんとか、ぶつかるおばさんがいるみたいなんですね。なんか僕が生まれてから今までその他の知らない人にぶつかりたいって思ったことは一回もないんですよ。ぶつかりたいと思ったことがないので、そのぶつかりおじさんの本当の目的とか本当の理由はわからないんですけど、でもいろいろ調べてみると、そのぶつかりおじさんが
他の人にぶつかる理由はさっき話した理由だと思うんですね。まあとにかく日本に来た時は気をつけてください。まあ女の人だけじゃなくて男の人も僕も経験がありますから、まあ、そういう人が周りにいないかどうかちゃんと確認しながら歩くっていうのもちょっと大切かもしれないですね。もちろん世界的に見るとなんか日本って安全な国のイメージですけど、まあほとんどがね、いい人、優しい人ばっかりだと思いますけど、たまにちょっと、やばい人もいるので、まあ、どの国でもね、どの国でもそういう少しやばい人がいると思いますけど、まあ、日本でもいるし、なんか最近そのインターネットとか X で知らないおじさんが私にぶつかってきたっていう人が多いので、まあ、最近はこういう人が増えているかもしれないですね。なので日本に来た時とか普通に街で歩く時気をつけてください。まあこんな感じで今日は、ぶつかりおじさんについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。